はい、皆様、こんにちは。みえちゃんです。前回はね、新曲8項について思うところを語らせていただいたんですけれども、大変たくさんのね、反響をいただいて、本当にもうびっくりしてます。はい、本当にありがとうございました。今回はね、それに引き続いて、残された謎について迫ってみようと思っております。例によってね、私のあたおかでクレイジーな解説になりますが、よろしかったらどうぞお付き合いくださいね。この前の動画でコメント欄でもね、いただいた質問に、お風呂のシーンの意味とか、オレンジの玉の意味とかね、まだ私も解明途中だったものがありまして、ずっと考えてたんですよ。皆様ね、すでにご存知のように、先日発売のムジカで、風さんがいろいろ語ってらっしゃるんですけれども、このハチ公はね、風さんと音楽制作仲間との、ひょんな雑談からね、着想が生まれたそうなんですけれども、風さんがいかにそれをね、長いこと温めて大切にあのしていてね、そして風さんのこの曲への思いがとても深いっていうことがね、分かったんですね。そして風さんはこの曲はすごいいろんな解釈の余地がある曲になったと言ってます。そしてこれはね、神と人間との自分自身の中の最高の自分、これはもちろんハイヤーセルフ、真我っていうことなんですけれども、それとの再会というのが一つの大きなテーマになっているとはっきり言ってくれましたので、先日の動画での解釈がですね、風さんの言いたかったことと一致していたことが分かって、はい、それがとても嬉しかったです。もしこのハチ公についての最初の解説動画をまだご覧でない方はぜひねそちらを最初にご覧になってからの方が今回の動画がもっと分かりやすくなるかなとは思います。でもね、大体の解釈、その時の解釈をざっともう一度申し上げますね。この曲はパッと見ね、飼い主を待ち続けてハチ公がやっと天国で主人と出会えた感動の無償の愛の物語と解釈できるんですけれども、それはそれでね OK で、その解釈もね入っていると風さんも言ってますね。なんですが、そこはそれね、この疑り深い私がですよ、深く深く探っていけば、そこにはね、八甲イコール修行者、はい、白風さんイコール真我、これが風さんがムジカで語っていらっしゃるに自分の中の最高の自分、つまりハイヤーセルフ、真我ですね。そしてアマグリアのお兄さんイコール、これが禅でいうところの凡夫、苦しみながら生きている普通の一般人、キリスト教で言えば迷える子羊というからくりですね。そういう図式、暗喩、メタファーが見えてきちゃったんですよ。はい。見えちゃうんだから見えちゃったんですね。そしてアルバム名になっているプリーマっていうね言葉の深い意味についても語らせていただきました。これ本場の人が発音するとプリーマーって尻上がりになるんですね。風さんはちょっとアメリカンな発音でプレマーとかね、プレーマーとか言ってましたね。あと女の子の名前でプリーマっていうのもあるみたいですね。日本語でも愛ちゃんっていう名前ありますよね。そしてね、前回の動画では八個、つまり修行者はね、自分の尻尾で自分を縛っていたことから分かるように、自我というもののね性質や、そこから解放されて最後に真我と一つになり、さらに凡夫も出てきて三位一体、三人が一体、凡が一如のような天国悟りの境地に至るという、ここまでが前回お話ししたことなんですね。でその時にね、風さん扮するね神のような人、これね、このシーン、なんかこれ見るとね、私アラブの石油王の御曹司みたいに
見えるのは私だけでしょうかなんてね、ジョークを言ってる場合じゃなくて中東で思い出しましたが、ご存知のようにちょうど今アメリカがねイランに攻撃してしまって、本当にねまた戦争が始まったら嫌だなぁなどとねいたたまれない気持ちでいるんですけれども、風さんもね心を痛めてると思います。誰も死者が出ないようにはトランプは事前報告してからやったらしいんですけれども、それにしてもね、その話は置いておきまして、この人はね水の入った風船ぶつけられますよね。あれって何のジョークかなってねその時は思いましたが、はい、やっと分かりました。あの風船はオレンジ色。あれ寝そべりの時のみかんってね可愛いコメントもいただきましたけれども、それも面白いですね。私はね、つまりね NHK の紅白の時のオレンジ色のマフラー、あの時の解説でも言いましたけれども、あれはヒンズー教では悟りの色なんですね。つまりこうして数多い風船があるんですけれども、悟りの色の風船は悟った人たちを表してるんだと思うんですね。その人たちの魂っていうか、それが一斉に真我に到達しようとしているんじゃないかなと。それでその風船をぶつけられる直前にハチ公のそばの地面に落ちたサングラスが映りますよね。神のね背中の光の輪っかみたいのがありますけれども、あそこの先っぽについてる矢尻のようなものがあるんですが、それが地面に刺さってね錆びてたり、あとパラボラアンテナが錆びてしまって宇宙、つまり神と交信できない状態であったり、神と断絶してしまった荒廃した現代のこの世を表している、うん、または荒廃して苦しんでいる心の状態ですかね。この辺りすごい演出のね素晴らしさを感じます。そしてね、ハチ公が砂をすくって手のひらからこぼすシーンありますね。あれはなんか砂時計を思わせる、虚しさとかね時間に支配された世界ですかね。本当はね時間なんてないってね日頃から私はもう常識外れなこと言ってるんですけれども、まさにね時間などという幻にとらわれて、そして自分の尻尾に縛られているのが私たちなんですね。その後ハチ公がね一瞬光るシーンがあるんですね。これはつまり悟りの瞬間ですね。サングラスはMAJ の満ちていくの解説でも言いましたけれども、愛情とかね執着のシンボルですね。あれを外すことによって、つまり執着イコールエゴを捨てるっていうことであって、英語なんかだとエンライトンメントって言いますけれども、覚醒が起きます。そして地面に落ちたサングラスはハチ公が落としたのか捨てたのか分かりませんけれども、その後ハチ公、つまり修行者は覚醒して、その瞬間にハチ公からのオレンジボールが神我である白風さんの顔にぶつかると、こういうわけだったんですね。つまり悟りの瞬間ですね。何も顔にぶつけなくてもいいんですけど、早く気づけよみたいな感じですかね。そして受けた飼い主側もねはっと気づいてね、ハチ公のもとへ一目散に行きますね。そして2人は抱き合います。つまり修行者が真我と一体になる凡我一如の瞬間ですね。そしてこの真我さんを飼い主さんとみなしてもいいわけですから、ハチ公に再会するとき飼い主さんもサングラス外しますね。あれってね最終下脱の意味かなとも思いました。悟りってね一回じゃないんですよ。一別体験とかはね小さい悟りと書いて正悟なんて言いますけれども、目覚め体験なんても言いますね。コメントでもねそんな体験をねされた方がちらほらいらっしゃったと思いますけれども、とっても嬉しいことですね。ただね一回悟ってもそれで終わりじゃないんですね。禅ではね悟りの段階っていうものがあって、十牛図なんていうものがあったりします。この十牛図で出てくる牛ちゃんね、
牛は悟りを表します。初めはね、牛をもう一生懸命探し求めるんですよ。そして牛の足跡を見つけたりね、牛のお尻を見る程度でね、ちらっと覗き見ですね。白隠さんっていうね、昔の偉い禅のお坊さんは、第五つまり大きな悟りは十何回だったかな、18回だったかな。で、正午に至ってはもう数えきれないなんつってるんですよ。そしてね、修行を積んでいって最終下脱があって、で最後の最後はその悟りも手放すんですね。そして元の凡夫になるんですが、ただの凡夫ではなくて、もはやもう全てあるがままの凡夫なんですね。それを最終下脱って言いますね。白風さんがサングラスを外したのはその意味かなと思いました。初めなんでね、神がサングラスしてんのかなと思ったんですけど、まあ神イコール飼い主さんの意味もあるのでね、それならわかりますね。そしてさっきパラボラアンテナ錆びててね、宇宙と交信できないって言いましたけれども、まあミュージックビデオではそうなんですけれども、実際は私たちはもう宇宙と常に接してるんですよ。ただ気づいてないだけ。家の中にいると分かんないんですけれども、ちょっとね、一歩でも外に出たり、野原に出たり、ベランダとかね、屋上に出てみてください。夜空見てもいいです。もうそこ宇宙なんですよ。ロケットに乗らないと宇宙に行かれないってみんな思ってるでしょ。違うんですよ。私たちすでに宇宙空間にいるんですよ。だからね、もう地表は宇宙に接してるんですね。空気の層があるだけで、それ抜けないと宇宙じゃないっていうのはね、もう全く勘違いなんです。星の王子様のね、挿絵見たことありますか？あれ見るとね、なんとなくわかるかな。日産ライブの時のね、風さんのこのシーンね、見た時なぜかね、この絵を思い出したんですけどね、別の表現をしますと、私たちみんな宇宙そのものなんですよ。はい。宇宙と連動して動いていて、なんだかわけのわからないうちにするべきことをしたり、勉強したり、会社に行ったり、ご飯食べたり、踊ったり、悪いことしたりしてるんですよ。宇宙エネルギーが、宇宙そのものが私たちや全てのものを動かしてるんです。それをね、自分がやってると錯覚しているだけです。だから俺が私がと自分を押し出してしまって苦しむんですね。そのことに気づく、そのことが分かるのが悟りですね。これがね、ヒンズー教でも仏教でもキリスト教でもどの宗教でも言ってることです。で、風さんもそれが分かってますから、今回インスタでついに言ってくれましたね。はい。God's doing everything と。ね、神が全てを行っていると。そこにはね、自分というものはないんです。個人はいない。私たちは神様の聖なる操り人形だと誰か言ってましたけれども、まさにそれが仏教で言えば因果ということですね。宇宙ね、かっこ神という一つのものがあるだけなんです。全ては宇宙の行為であって、つまり神の行為。はい。藤井風なら風さんという個人がやってるんじゃなくって、全ては風さんが言ってるように神イコール宇宙イコール神我がやってるんだっていうことなんですね。だからそこに自分は本当はいないんです。これが分かるとね、もう全てがスムーズにいくんですよ。自我にね、踊らされることなく、傷つくこともなく、不安になることもなく、自由に何でもできるようになります。たとえね、不安になっても苦しまない不安っていうのかね、一文なしになっても苦しまない。この事実をね、私は本当に楽に生きるためにぜひ皆さんにも知ってもらいたいんですよ。で、梶さんももちろんそう思ってるのは確かで、だから曲の中でメッセージとして表現してますね。そしてそれがよくわかるのがお風呂のシーンですね。コメントでね、浄化なのかななんていうのもありましたね。もちろんその意味もあると思います。この髪の毛をね、オールバックにしたこの人ね、
八甲、神、凡夫のどれでもないですよね。すっぱだかでね、ありのままです。つまり3人のどれでもなくって、同時に3人でもあるんですよ。はい。まさにワンネスですね。あなたは私の世界です。このね、お風呂のバブルを見てください。満ちてゆくでもね、言った海の泡と同じですね。私たちはみんな海から生まれた泡でね、いつかまた海に帰って一つになると。それをね、お風呂で表現したんですね。なんか白骨温泉みたいなね、白いですね。ワンネス温泉かね。最後やっとね、再会できて抱き合うシーンでもね、水のしぶきみたいのがいっぱい散ってますね。あれもそうですね。このね、水を手ですくうシーンね、これってハチ公がね、不毛の砂漠みたいなところでね、砂をすくってね、砂っていう苦しみを救っていたのとはもう対照的な、もう愛に満ちた水ですね。でこのシーンは同時にこうも解釈できますね。つまりヒンズー教では一つのもの、つまり全てが一つのこの世界、あなたは私の世界、宇宙、それをワンネスと呼んでもいいですけれども、それにエネルギーを与えている神がいます。それがブラフマンですね。それを表しているのかもしれませんね。それからね、大昔のヒンズー教では三神一体っていうのもあるんですよ。禅とかね、ボンガ一如とはちょっとニュアンスが違って、トリムルティっていうんですけど、3つの神様が合わさって1つということなんですけどね、この辺りちょっと難しいんでね、別に覚えなくても大丈夫です。で最後の、3人が一緒のシーンでね、ボンプがグレーの服着てますけれども、風さんムジカでね、人間は神と動物のミックスだということをね、聞いたこともあるなんて言ってますけど、白と黒の中間はね、グレーですからね、この辺りちょっと茶目っ気感じますね。まあね、キリスト教の三位一体風に見てもいいですし、風さんがいつか引用していたグッドウィッチさんね、良い魔女さんね、あの人も言ってましたけれども、全ての宗教は底辺では同じことを言っていると。はい。そんな考えもね、この MV には表されてると思いますね。まあいろんな宗教からの教えのイメージがね、ミックスされてる感じですね。まあそういうことを考えるとね、全ての宗教は底辺で同じなんですからね。まあ宗教関連の国と国との争いはもういい加減にしてほしいですね。はい。というわけでね、残された謎の解明でこのところ眠れない夜を過ごしていためいちゃんでした。はい。今晩爆睡します。いかがでしたでしょうか。これからも皆さんの毎日が面白おかしく楽しくなりますように、頭のおかしい類を見ないぶっ飛んだ解説をご提供してまいりたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録などもどうぞよろしくお願いいたします。はい。それではまたこの次までありがとうございました。さようなら。